のささやきの朗読やあれは祖母がまだ元気だった頃の話だ。俺の実家は山に囲まれた小さな村にある。田んぼと畑しかないような場所で夜になると真っ暗になる。街灯も少なく月が出ていない夜は本当に何も見えない。そんな村には昔から一つだけ有名な言い伝えがあった。狐塚には近づくな。村の裏山に小さな塚がある。石がいくつも積まれていて、上には古びた祠が乗っている。草に半分埋もれているが、誰も手入れをしていないのになぜか崩れない。子供の頃、俺は祖母に何度も言われた。あそこだけは絶対に行っちゃダメだよ。狐様の場所だからね。村の大人たちも同じことを言っていた。山で遊ぶことはあっても、その塚の周りだけは誰も近づかない。理由を聞いても皆同じ答えだった。昔、怒らせたうちがある。それだけだった。どんなことが起きたのか、どう怒らせたのか、詳しく話す人はいなかった。ただ祖母だけは少し違った。ある日夕飯の後、俺がまた塚の話をすると、祖母はしばらく黙ってからこう言った。昔な、この村で一番大きかった家が、あの塚を壊そうとしたんだ。山を切り開いて畑を広げるためだったらしい。塚が邪魔だった。だから重機を入れて石をどかそうとしたんだ。その日作業をしていた男が言ったらしい。狐なんかいるわけがない。笑いながら祠を倒した。その日の夜、そのうちの犬が一斉に吠え始めた。外を見ると庭の暗闇に何十匹もの狐が座っていた。全部家の方を見ていたらしい。動かない。ただじっと見ていたらしい。祖母はそこで話をやめた。俺が続きを聞こうとすると、祖母は首を振る。これ以上は聞かなくていい。ただね。祖母は小さな声で言った。そのうちはもう残っていないんだ。理由を聞こうとした時だった。外から変な音が聞こえる。コツン、コツンと窓の外から小さな石が当たる音だった。最初は誰かのいたずらかと思った。でも祖母の顔が急に固まった。ゆっくりと立ち上がり窓の方を見ていった。開けないでね。俺は窓の外を見た。庭の暗闇の中に小さな影が並んでいる。それは全部狐だった。しかも全部がこっちを見ている。庭に並んでいた狐は全部で10匹以上いた。月も出ていない夜だったが、目だけははっきり見えた。暗闇の中で小さな光がいくつも並んでいる。その全部が家の窓を見ていた。祖母は窓から離れ、俺の肩を強く掴んだ。見ちゃダメ。小さな声だった。絶対に外を見ちゃダメだよ。そう言ってうちの明かりを全部消した。そして部屋の中は真っ暗になった。外からは草を踏む音が聞こえる。さわ、さわ。それは庭の草がゆっくりと揺れる音だった。狐が歩いている音だとすぐに分かった。でも数がおかしい。さっきより明らかに多い。草を踏む音があちこちから聞こえてくる。祖母は仏壇の前に座り、小さく手を合わせていた。何かをずっとつぶやいている。
その時だった。コツンとまた窓に石が当たった。コツン、コツン。今度はさっきより強い音だった。祖母が振り返る。開けちゃダメだよ。俺は黙ってうなずく。でも音は止まらなかった。まるで誰かが外から呼んでいるみたいだった。そのうち石の音が止まった。静かになる。そして祖母が小さく息を吐いた。帰ったか。その瞬間だった。窓のすぐ外から、コツン。今度は石ではなかった。ガラスに何かが当たった音。ゆっくりと窓に影が映った。狐ではない。もっと大きい人の形だった。長い影。窓の外に誰かが立っている。でも、この家の庭は堀に囲まれている。門は閉まっている。人が入れるはずがないんだ。そして影がゆっくりと動いた。ガラスに顔を近づける。俺は思わず息を止めた。長い髪の影だった。顔は見えない。でも頭だけ少し傾けて家の中を覗いているんだ。その時祖母が低い声で言った。怒らせちゃったかな。祖母は立ち上がり窓に背を向けた。そして言った。今夜は絶対に外には出ちゃいけないよ。声がしてもダメ。名前を呼ばれても出ちゃいけないよ。その直後だった。外から声が聞こえてきた。小さな声、はっきりと俺の名前を呼んだんだ。外から聞こえた声は、はっきりと俺の名前だった。小さな声、でも間違いなく俺の名前だった。窓のすぐ外からだった。祖母がすぐに言った。返事しちゃダメ。声はもう一度聞こえた。俺の名前をゆっくりと呼ぶ。だがその声はどこかで聞いたことがあるような気がした。少しだけ考えて気づいた。それは祖母の声だった。でも祖母は俺の横にいる。仏壇の前で手を合わせている。そして外の声がまた俺の名前を呼んだ。その時だった。庭から奇妙な音が聞こえた。コン、コン。石を叩く音。何かが石に当たっている。祖母がゆっくりと言った。祠だ。裏山の狐塚。そこにある古い祠。その石を叩く音だと言った。でも狐塚は家からかなり離れている。こんなにはっきりと聞こえる距離ではない。それなのに音はだんだんと近づいてくる。コン、コン、コン。まるで石を叩きながら歩いてくるみたいだった。祖母の声が震えていた。来ないで。その瞬間庭の狐が一斉に鳴いた。聞いたことのない鋭い鳴き声だった。その後急に静かになった。完全な静けさ。何も聞こえない。その時家の玄関で音がした。ガチャッとドアノブがゆっくりと回る音。鍵はかかっている。それでも何度も回る。ガチャ、ガチャ、ガチャ。祖母が小さく言った。開けないで。その直後だった。玄関の外から低い声が聞こえた。人の声ではない。低くて喉の奥で鳴るような声。そしてはっきりと聞こえた。返せ。祖母がゆっくり振り返る。その顔は真っ青だった。そして祖母は小さくつぶやいた。祠を壊したうち、この土地なんだ。
昔狐塚を壊そうとした家、その場所がこの家だった。そして玄関の向こうで何かが笑った。低い声で。玄関の扉を石で叩く音がした。玄関の扉を叩く音は何度も続く。コン、コン、コン。石で叩くような音だった。祖母は仏壇の前から動かない。ずっと手を合わせていた。来ないで、来ないで。小さくつぶやいている。でも外の音は止まらない。コン、コン、コン。だがやがて玄関の音が止んだ。静かになる。その時だった。家の裏の方から土を踏む音が聞こえた。ザッ、ザッと誰かが歩いている。家の横を通って庭に回った。窓の外で足音が止まる。そしてガラスにゆっくりと手が触れた。白い手だった。長い髪が垂れていて顔は見えない。でもその体の後ろに何匹もの狐が座っていた。全部が家を見ている。その時祖母が突然立ち上がった。俺の腕を強く掴んでいった。裏へ行くよ。祖母は台所へと向かった。床の板を一枚外し、そこから古い木箱を取り出した。中には小さな石が入っている。古びた石。祖母はそれを見て震えた声で言った。これなんだ。昔祠を壊したとき、そのうちの者が祠の石を一つ持ち帰った。それを家の守りにするつもりだったらしい。でも、それが間違いだった。祖母は石を握る。その瞬間、外の狐が一斉に鳴いた。窓の外の女がゆっくりと顔を上げる。長い髪の隙間から細い目が光っていた。そして祖母はこう言った。返すしかないね。そう言って玄関へ向かった。俺は止めようとした。でも祖母はそのまま扉を開けた。外には狐が並んでいる。何十匹も。全部祖母を見ていた。祖母は石を両手で持ち、ゆっくりと地面に置く。その瞬間、狐たちが一斉に動いた。石を囲むように集まる。そして、長い髪の女が前に出た。祖母の目の前にまで来る。女は石を見た。そしてゆっくりと祖母を見た。祖母は動かなかった。そのまま頭を下げる。女はしばらく祖母を見ていた。だがやがて小さく笑った。その瞬間後ろにいた狐たちが一斉に祖母へ飛びかかった。俺は叫んだ。でも祖母の姿はすぐに見えなくなった。狐の群れの中に消えていった。それから狐たちは石をくわえて山へ戻っていった。気がつけば庭には何も残っていなかった。祖母も狐もあの長い髪の女も全部消えていたんだ。警察も来た。でも祖母は見つからなかった。ただ一つだけ変わったことがある。あの裏山の狐塚、昔は石が崩れていたらしい。でも今はきれいに積み直されている。そして祠の前に新しい石が一つだけ置かれている。その石には小さく字が彫られていた。それは祖母の名前だった。これは大学生の頃の話だ。俺は友人と二人で山へキャンプに行ったことがある。場所は地元でも有名な山だった。登山客も多く、昼間は普通のハイキングコースになっている。
ただ一つだけ変な場所があった。山の奥に立ち入り禁止の林がある。木の柵が作られていて赤い看板が立っていた。そしてそこにはこう書かれていた。この先、禁足地。理由は書いていない。ただ入るなとだけ書かれている。その看板の前で地元の管理人らしい老人に会った。老人は俺たちを見るとすぐに言った。この先には絶対に行くなよ。笑いながら言ったわけではない。本気の顔だった。そして友人が冗談で聞いた。なんでです？老人は少し黙ってから言った。昔から入ってはいけないって決まっているんだ。それだけだった。理由は言わない。俺たちはそのまま山を登った。昼の山は普通だった。鳥の声が聞こえるし、空気も気持ちいい。ただ夕方になると雰囲気が変わる。急に静かになるんだ。風も止まる。山全体が息を止めているみたいだった。そして俺たちは山の途中の広場にテントを張った。焚き火をして飯を食って夜になる。その時友人が言った。なあ、さっきの禁足地、ちょっと見に行かねえか？夜の山は真っ暗だった。ライトがないと何も見えない。でも看板の場所は近かった。俺は少し迷う。昼に会った老人の顔が頭に浮かぶんだ。でも友人は笑った。ちょっと見るだけだよ。柵の中に入らなきゃいいんだろ？結局俺たちはライトを持って歩き出した。夜の山道は昼とは別の場所みたいだった。足音だけが響く。やがてあの看板の場所に着いた。赤い看板。その奥に木の柵。ライトで照らすと林の中は真っ暗だった。奥が見えない。友人が言った。なんもないじゃん。その時だった。林の奥で白いものが動いた。人の形。木の間に白い影が立っていた。しかもこっちを見ている。林の奥に立っていた白い影は動かなかった。ライトの光が届く距離ではない。それでも人の形だと分かった。背が高くて細い。白いものが体にまとわりついている。服なのか、布なのか、それとも別のものなのか、はっきりとは見えなかった。友人が小さく言った。あれって、人？俺は答えなかった。なんとなく声を出してはいけない気がしたんだ。白い影はこちらをじっと見ている。動かない。ただそこに立っている。友人が笑った。なんだよ。誰かいるだけじゃん。そう言って柵の近くまで歩いた。俺は慌てて言う。やめとけって。でも友人は止まらなかった。柵の前に立ってライトを林の奥へと向けた。その瞬間白い影が少しだけ近づいた。一歩だけ。でもはっきりと分かった。距離が縮まっている。友人もそれに気づいて笑いが止まった。今、動いたよな。俺は何も言えなかった。その時だった。林の奥から風もないのに葉が揺れた。ざわ、ざわっと音が広がる。最初は一箇所。でもすぐに気づいた。一つではない。林の奥のあちこちで同じ音がしている。ライトを動かす。木の間の暗闇。その奥に白いものがいくつも見えた。一つだけではなかった。二つ、三つ、四つ。白い影が何体も立っていた。
全部こっちを見ている。友人が息を飲んだ。その瞬間、白い影の一つがゆっくりと腕を上げた。細い腕、白い腕、そして林の奥を指さした。まるで、俺たちに入れ、そう言っているみたいだった。その時俺の後ろから声がした。低い声で。入っちゃダメだ。振り向くと昼に会ったあの老人が立っていた。いつの間に来たのか全く気配がなかった。老人は俺たちの横を通り柵の前に立った。林の奥を見たまま低い声で言う。見たのか？友人が答えた。白いのが。その瞬間老人の顔が歪んだ。怒った顔ではない。もっと嫌なものを見た時の顔だった。老人はすぐに言った。帰れ。今すぐ山を降りろ。友人が聞いた。いや、あれ何なんですか？老人は林を見たまま言った。昔からいるんだ。それだけだった。俺は聞いてみた。あれって、人なんですか？老人は首を振る。いや、あれは人ではない。そしてゆっくりと言った。昔な、この山には村があったんだ。山の奥の小さな集落、今はもうない。理由は誰も言わない。ただある日を境に人がいなくなった。村の後を調べに入った人が一人だけ戻ってきた。その人は言ったらしい。白いものが立っていた。家の前、道の上、山の中。全部の場所に白い影が立っていたそうだ。しかも全部こっちを見ていた。それを聞いた村はその場所を閉じた。誰も入らないように柵を作った。そして老人は小さく言った。だから禁足地なんだ。その時だった。林の奥から葉を踏む音が聞こえた。ザッ、ザッ。白い影が動いている。一体だけではない。何体も。ゆっくりと柵の方へと歩いてきている。白い影は止まらない。木の間を抜けて少しずつ近づいてくる。ライトを向けるとはっきりと見えた。白い布のようなものが体に巻きついている。顔は見えない。でも首の角度だけでわかる。全部俺たちを見ているんだ。老人が言った。目を合わせるな。動くぞ。その直後だった。一番前にいた白い影が柵のすぐ手前まで来た。そしてゆっくり腕を上げる。細い指。その指が柵の隙間を掴んだ。木の柵がミシッと音を立てる。老人がとっさに叫んだ。走れ！老人の声を聞いた瞬間、俺たちは走り出した。山道をとにかく下へと走る。暗い。ライトの光だけが地面を照らしていた。後ろなんかを見る余裕はない。でも足音だけは聞こえていた。ザッ、ザッ、ザッ。俺たちのものではない。もっと多い山の中を何人も走っている音。友人が叫んだ。やべえぞ、来てる！俺は振り向かなかった。振り向いたら終わる気がしたんだ。枝が頭に当たり、石につまずきそうになる。それでも走った。やがて山道の入り口の明かりが見えた。そこは駐車場だった。街灯の白い光が見えた瞬間、後ろの足音が止まった。急に静かになったんだ。俺たちはそのまま車まで走った。
ドアを開け、すぐにエンジンをかける。車が動き出したその時、友人が小さく言った。なあ、あれ、見てみろ。バックミラーを見た。参道の入り口、そこに白い影が並んでいたんだ。何体も。しかも動いていない。ただ山の境目に立っていた。街灯の光の外、暗闇の中に白い影が並んでいる。全部こっちを見ていた。俺はアクセルを踏む。そのまま一気に山を降りた。それから二度とその山には行っていない。ただ数年後に聞いた話がある。あの山の禁足地、柵が壊れていたらしい。誰かが中に入った形跡があった。警察も来た。でも中には誰もいなかったそうだ。ただ一つ変なものが見つかったらしい。林の奥の地面に白い布が何枚も落ちていたそうだ。それは古い布だった。その布には小さく字が書かれてあった。全部人の名前だった。そしてその名前の中に俺の友人の名前が一枚だけ混じっていたんだ。これは俺が小学生の頃の話だ。夏休みになると毎年祖母の家に預けられていた。祖母の家は山の奥の小さな村にある。店もない、コンビニもない。夜になると虫の音しか聞こえないような場所だった。その村には一つだけ有名な祭りがあった。送り祭り。毎年夏の終わりに行われる祭りだ。でも普通の祭りとは少し違う。みこしもない、屋台もない。夜に村の人たちが山へ歩いていくだけの祭りだった。子供の頃、俺はそれを見たことがある。みんな白い服を着て静かに山へと向かって歩く。太鼓もない、音もない。ただ列だけが続いていた。その中に一人だけ子供がいる。いつも同じだった。白い着物を着た子供が列の真ん中に立っている。そしてその子供は必ず顔を白い布で隠している。子供の頃、俺は祖母に聞いてみた。あの子、誰？祖母は少し黙ってから言った。子供役だよ。送り祭りには毎年一人だけ子供が選ばれる。村の子供の中から順番で決まるらしい。その子供は山の途中まで一緒に歩く。そしてある場所で止まる。そこから先は大人だけが山に入る。祖母はそれ以上説明しなかった。ただ一つだけ言った。夜は外を見ちゃいけないよ。祭りの時は特にね。その年の夏、俺は祖母の家でいつものように過ごしていた。川で遊び、虫を捕まえ、夜は早く寝る。何も変わらない夏だった。でも祭りの3日前、村の集会所に呼ばれた。祖母と一緒に行った。村の大人たちがみんな集まっている。俺が入ると全員がこっちを見た。その中の一人がこう言った。今年の子供役が決まった。そして俺を指さした。この子だ。祖母の顔がその瞬間固まった。その場の空気は静まり返っていた。俺は何を言われているのか最初はわからなかった。ただ、村の大人たちがみんな俺を見ている。祖母がすぐに言った。待ってください。声が少し震えていた。この子は村の子供ではありません。集会所の奥にいた年配の男が答えた。今年は人数が足りない。
それだけだった。村の子供が減って順番が回らなくなったらしい。そして今年、村にいる子供は俺しかいなかった。祖母は何か言おうとしていた。でも、周りの大人たちはもう決まった顔をしていた。そしてその男が言った。子供役は山の途中までだ。危ないことはない。祖母は黙った。しばらくして小さく言った。わかりました。帰り道祖母はずっと黙っていた。そして家に着いてからやっと口を開いた。祭りの時はな、絶対に後ろを見てはいけないよ。それだけを言った。俺は聞く。なんで？祖母はすぐに答えなかった。そして少し考えてから言った。見ると連れて行かれるのよ。その言葉の意味はよくわからなかった。そして祭りの日はすぐに来た。その日の夜だった。村の人たちはみんな白い服を着ている。俺も同じだった。白い着物を着せられ、頭から布をかぶせられた。前は少しだけ見える。でも周りはほとんど見えない。外に出ると村の人たちがもう並んでいた。静かな列だった。誰も喋らない。ただ山の方へと歩き出す。砂利道を歩く音だけが続いていた。やがて山道に入る。暗い道だった。光は月の光だけ。その時列の後ろから足音が聞こえた。俺たちの列の音ではない。もう一つ別の足音。ザッ、ザッ、ザッと誰かが列の後ろをついてきていた。俺は思わず振り向きそうになった。その瞬間、前を歩いていた祖母が小さく言った。見ちゃダメ。声は小さかった。でもはっきりと聞こえた。その直後、後ろの足音が急に増えた。ザ、ザ、ザ。一人ではない。何人もいる。しかも息をしていないんだ。ただ足音だけが続いている。後ろの足音はどんどん増えていった。俺たちの列の後ろにもう一列ができているみたいだった。でも誰も振り向かない。村の人たちは前だけを見て歩いている。祖母も同じだった。ただ歩きながら小さく言った。聞こえても無視しなさい。絶対に振り向いてはいけないよ。その時後ろから声が聞こえた。低い声だった。待ってくれ。知らない声だった。少しだけ間が空く。そしてまた聞こえる。置いていくな。俺は思わず足を止めそうになった。その瞬間祖母の手が強く俺の腕を掴んだ。歩いて。祖母は振り向かずに言った。山道はどんどん暗くなっていく。木が増えて月の光も届かない。その時後ろの声が変わった。今度は知っている声だった。おーい。父の声だった。はっきりと聞こえる。帰ろうぜ。もういいだろう。俺は驚いた。父はこの村にはいない。町で働いている。ここにいるはずがないんだ。それでも声はすぐ後ろから聞こえてくる。振り向けよ。俺だよ。父さんだ。その瞬間後ろで誰かが地面を踏み外した音がした。ドサッと誰かが転んだみたいだった。その後笑い声が聞こえた。低い声。何人もいる。その声はどんどん近づいてきた。足音がすぐ近くまで来ている。その時、前を歩いていた村の男が手を挙げた。列が止まる。そこは山の途中だった。
道の横に小さな石の祠があった。祖母が言う。ここまでよ。子供役はここで止まる。祖母は俺の肩を掴んだ。そして小さく言った。ここから先は子供は行ってはいけないの。あなたはここで待って。俺は驚いた。え？一人で？祖母は答えなかった。ただゆっくりと言う。後ろは見ちゃいけないよ。そして村の人たちはそのまま山の奥へと歩いていった。列が消えていく。やがて俺は一人になった。その瞬間、後ろの足音がすぐ真後ろで止まった。俺の後ろで足音が止まる。ザッという音の後、完全な静けさになった。山の中は真っ暗。月も見えない。聞こえるのは自分の呼吸だけだった。祖母に言われた言葉が頭に残っている。後ろを見ちゃいけないよ。それだけだった。でも気配はすぐ後ろにある。誰かが立っている。それがわかる。息は聞こえないし動きもしない。ただそこにいる。しばらくして足音が一つ聞こえた。ザッと俺のすぐ後ろで誰かが一歩動いた。その後低い声がする。やっと来た。知らない声だった。でもどこか嬉しそうだった。その声の後、また別の声がした。今年は一人か。さらに別の声。久しぶりだな。俺はその時気づいた。後ろには一人じゃない。何人もいる。足音が増えていく。まるで列ができているみたいだった。その時山の奥から明かりが見えた。村の人たちが戻ってきた明かりだった。そして祖母の声が聞こえる。終わったよ。その瞬間、俺の後ろの足音が全部止まった。そして何人もの声が同時に言った。また来年だ。その後気配が消えた。祖母たちが戻ってきて、俺の肩を掴んで言った。よく振り向かなかったわね。俺たちはそのまま村へ戻った。それで祭りは終わった。俺はそれ以降その村には行っていない。ただ大人になってから祖母に聞いたことがある。あの祭りって一体何だったの？祖母は少し黙ってから言った。あれはね、山の奥にいる奴らを山から出さないための祭りなの。昔山の村が消えた時、その人たちは山の中に残った。それ以来毎年一度、山の途中まで子供を迎えに行かせる。そうすると、山の奥にいる者たちはそこまでしか来ない。それ以上、降りてこない。祖母は最後に言った。でもね、もし子供役が振り向いたら、その列はそのまま村まで降りてくるの。それを聞いて俺は背筋が冷えた。なぜなら、その祭りは今も続いている。そして今、村には子供がいない。だから毎年、外から来た子供が子供役に選ばれているらしい。